今日は大根のザラメ漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大根のザラメ漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ザラメを使って大根の漬物を作っていきたいと思います。漬け込み時間はたったの3時間で美味しく仕上がります。材料も手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。大根、昆布、唐辛子、お醤油、ザラメ、お酢、みりん、蜂蜜、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まず大根なんですが、今皮付きの状態で約 500g になります。だいたい 500g から 600g ぐらいを目安にしてください。今回ですね、唐辛子を入れていきます。こちらはですね、辛いのが苦手だったりとか、お子様が召し上がる場合は抜いていただいて OK です。そして今回ザラメ漬けということで、こちらザラメを使っていきます。これはね、普通にスーパーに売ってるので、ぜひね、購入して作ってみてください。ザラメはですね、コクと味わいに深みがあって、とても美味しい仕上がりになります。そしてさらにですね、今回の味のポイントは蜂蜜です。この蜂蜜を加えることで、独特のまろやかさが出て、美味しい仕上がりになります。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずですね、こちら大根の皮を剥いていきます。煮物を作る時とかは大根の皮を厚めに剥いたりするんですが、こういった漬物をつける時は薄めに剥いていただいて OK です。そうすることで大根の歯ごたえを楽しむことができます。なので今回はね、ピーラーで剥いていきます。はい、このように剥いてください。そしたらですね、切りやすいようにまずこの大根を半分に切ります。半分に切ったらこちらをですね、また縦半分に切ります。縦半分に切ったらまた半分に切ります。縦4等分に切ってください。縦4等分に切ったら一口大ぐらいの大きさに乱切りしていきます。切った切り口を下につけて包丁を斜めに入れます。切ったらこれをくるっと回転させてまた斜めに切ります。こんな感じでね、乱切りにしていきます。はい、こんな感じです。このようにね、乱切りにしていただくと味も染みやすくて、かつ大根の歯ごたえもしっかりと楽しめます。では残りも同じように切っていきます。はい、切り終わりました。大根はこのように切ってください。それでは続いて昆布を切っていきます。昆布を切る前にキッチンペーパーを軽く水で濡らして絞ってください。そして表面をね、軽く拭きます。で、軽く拭いたらこちらはですね、だいたい 2,3 センチ幅でまず切ります。少し湿らせていただくとキッチンバサミで切りやすくなります。切ったらこれも半分に切ります。半分から3等分ぐらいでいいかなと思います。だいたい2センチ角ぐらいの大きさに切ってください。はい、昆布はこのように切ってください。続いて唐辛子です。唐辛子もね、キッチンバサミで切っていきます。まずこちら半分に切ります。そして種を取り除いてください。取り除いたらこちらを輪切りにしていきます。はい、唐辛子はこのように切ってください。唐辛子に関しましては、もうすでに輪切りになってるものもスーパーで売ってたりするので、それを使っていただいても大丈夫です。それでは続いて漬けだれを作っていきます。まず小鍋にザラメを入れます。そしてここにみりんです。あとはお水です。この3つを入れて火にかけます。火加減は中火ぐらいです。このままですね、一度ザラメを溶かしてください。時折ね、このように混ぜながらね、溶かすようにしましょう。はい、でこのようにね、沸騰してきたら火加減弱火にします。これでね、最後までザラメを溶かしてください。はい、でザラメが溶けたら一度火を止めます。そして続いてここにお酢を加えます。ちなみにですね、今回は米酢を使用してます。米酢を使っていただくとまろやかでコクのある仕上がりになります。ない場合は穀物酢でも OK です。穀物酢だとどちらかというとすっきりとした仕上がりになります。そしてここに蜂蜜を入れます。
蜂蜜を加えたらもう一度火にかけます。そして鍋肌がふつふつするまで加熱します。そうするとお酢のツンとした酸味だけを取り除くことができます。はい、 OK です。火を止めます。そして最後にですね、お醤油を加えます。醤油はね、煮立たせてしまうと風味が変わってしまうので、お醤油は加熱せずに使っていきます。よく混ぜましょう。はい、つけだれはこれで OK です。それではですね、こちらジップ袋を用意してください。口を開けて、このようにボウルにセットします。そうしましたら、この中に切っておいた大根を入れます。そしてここに昆布と、あとは唐辛子を入れてください。はい、そしてこちらにですね、温かいつけだれを入れていきます。温かいつけだれを入れていただくことで、大根の辛みを取ることができます。かつ味が染み込みやすくなります。では入れます。はい、そしたら口を持ってこちらを揉み込みます。一度全体にしっかりとなじませてください。このようにね、ちょっと揉んでください。揉む時はね、口からつけだれがこぼれないようにしっかりとね、ここを握って揉み込むようにしてください。はい、で大体ね、30秒から1分ほど揉み込んだら空気を抜いて、そして口を縛ります。そしたらですね、この口を輪ゴムでしっかりめに縛ってください。そうしましたら、こちらをですね、一旦まだ温かいのでしっかり粗熱を取って、その後冷蔵庫で3時間漬け込みます。はい、3時間経ちました。こんな感じでね、しっかりと味も染み込んでます。それではこちら盛り付けたいと思います。はい、これで大根のザラメ漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにしっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。ザラメの甘さのコクがすっごく美味しいです。さらに昆布の出汁も効いててすごく美味しいです。大根の歯ごたえも最高ですね。漬け込んだ時間は3時間なんですが、しっかりと味が染み込んでます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大根のザラメ漬けのポイントです。まず大根なんですが、皮を剥くときは厚めに剥かなくて大丈夫です。大根を煮物にしたりするときとかは皮を厚めに剥いたりするんですが、大根の歯ごたえを楽しみたいので、あえて薄めに剥いていただくのがおすすめです。そして今回はですね、乱切りにしたんですが、こちらはお好みの切り方をしていただいて大丈夫です。ただね、味の染み方的にこの乱切りにしていただくのがちょうどいい仕上がりになると思います。あんまり薄すぎると味が濃くなるので注意してください。そして漬けだれを作る時のポイントです。漬けだれを作る時はまずお酢とお醤油以外の材料を加熱してください。そしてしっかりザラメが溶けたらお酢を加えて、その後はですね、鍋肌がふつふつするまで加熱してください。そうすることでお酢の酸味を程よく抜くことができます。これをですね、最初から沸騰させてしまうとお酢の酸味がなくなってしまいますので、途中から入れるようにしてください。今回使ったお酢なんですが、私は米酢を使用してます。米酢を使うことで味わいがまろやかになります。もし米酢がない場合は穀物酢でも大丈夫です。穀物酢を使っていただくとどちらかというとね、すっきりとした味わいになります。お好みでこちらは選んでみてください。そして醤油を入れるタイミングなんですが、こちらのお醤油は沸騰させてしまうと風味が変わってしまいますので、一番最後に加えて、その後は加熱せずに仕上げてください。あとはジップ袋の中で漬けていくんですけれども、漬ける時はですね、漬けだれが温かいうちに漬け込むようにしてください。そうすることで味が染み込みやすくなるのと、あとは大根の辛みも一緒に抜くことができます。今回ですね、唐辛子を入れてるんですが、もし辛いのが苦手な場合だったりとか、お子様が召し上がる場合はこちらは抜いて作ってみてください。漬け込み時間もね、3時間ぐらいで程よい味わいになると思います。味が濃いのがお好きな方は6時間ほど漬けていただくといいかなと思います。こちらの作り置きに関してなんですけれども、保存環境によっても変わってくるんですが、だいたい1日から2日を目安に召し上がっていただくといいかなと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は大根のザラメ漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。
ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。